プラス AI ニュースラボ。さて、今回のディープダイブへようこそ。どうも。今日はですね、外国人が増えると犯罪が増える。これ本当？という疑問に迫ります。手元には警察庁の統計など、2025年現在までのデータがあります。はい。これを一緒に見ていきましょう。はい。今回のミッションは数字の裏側、その複雑な現実を読み解くことですね。そうですね。統計と、我々が持つ印象とのギャップなんかも探っていきたいです。単純なレッテル貼りを超えた視線を目指しましょう。では早速確信から。まず、これ驚くかもしれないんですが、日本の刑法犯の認知件数、つまり発生件数ですね。これ2002年をピークにずっと減り続けてるんですよ。そうなんです。これは、非常に重要なポイントでして、しかもこの犯罪が減ってる時期っていうのが、ちょうど日本に住む、在留外国人の数が増えている時期と重なってるんですね。そうなんですか？一般的には逆のイメージありますよね。外国人が増えると治安が悪くなるみたいな。そう思われがちですけど、マクロな全体のデータで見ると、その外国人流入イコール即治安悪化っていう単純な式は成り立たない。なるほど。ただ、じゃあ全く影響ないのかというと、そこはもう少し丁寧に見ていく必要があって。と言いますと？よく言われるのが、外国人の方が犯罪率が高いっていうデータ。人口あたりの検挙者数ですね。来日外国人も含めると日本人より少し高くなることがあると。でもここが面白いところで、専門家の多くが指摘してるのは、その差っていうのは実は日本の都道府県間の犯罪率のばらつきありますよね。はい、ありますね。地域によって結構違います。あれぐらいの範囲内、言ってみれば誤差とか統計的なノイズレベルじゃないかと。数字だけ見ると高いって思っちゃうけど、他の比較で見るとそこまで大きな差ではないと。そういう見方ですね。さらに重要なのは、人口の構成は違いです。人口構成？日本にいる外国人の方々の中には、統計的に、犯罪に関わりやすいとされる若い男性の割合が、日本人全体の構成よりもちょっと高い傾向があるんです。なるほど。ということは、その年齢とか性別とかそういう偏りを調整してあげると、国籍による実質的な犯罪のしやすさみたいな差はもっと縮まる可能性があるってことですか？そういう分析が有力ですね。外国人だからという理由だけではなかなか説明がつかない。なるほど。ただ、だからといって、全部同じってわけでもなくてですね、外国人による犯罪にちょっと特有のパターンが見られるのも事実なんです。特有のパターン？特に組織性ですね。組織性？はい。共犯者、つまり仲間と一緒に行われる事件の割合が日本人の場合と比べて約3倍高いというデータもあります。これは2023年の分析例ですけど。3倍ですか？それはかなり違いますね。それは何でしょう？短期滞在の人とかが多いとか？まさにそこなんです。資料を見ると、特に観光客とか短期滞在の来日外国人による組織的な窃盗、集団での万引きとかですね。あと組織的な詐欺。特殊詐欺みたいな？そういったものが目立つと、これは日本に定住している在留外国人の方々のコミュニティとは少し分けて考える必要がありそうです。なるほど。来日と在留ではかかる犯罪のタイプも違うわけですね。そうですね。で、その在留外国人の中でも、例えば技能実習生とか留学生とか、特定の立場で来られている方々の検挙が増える傾向も指摘はされています。この背景には、やっぱりその生活苦であるとか、あるいは制度自体の問題とか、そういう複雑な事情が絡んでいる可能性も示唆されてますね。単純に個人の問題だけじゃないと。では、一番新しいデータ、コロナ禍後の動きとかも気になりますが、どうなってますか？長い目で見ると減ってたんですが、おっしゃる通り、2023年は外国人による刑法犯の検挙件数が前の年に比べて約 20% 増えて1万5000件ちょっとになりました。20% 増えは大きいですね。これは主にコロナ後の水際対策が緩和されて、来日外国人が急に増えたことが大きいと考えられていますね。国籍別だとどうですか？以前は中国という印象が強かったですけど。そうですね。かつては中国が一番多かったんですが、ここ数年はベトナムが上回る年もありました。2023年のデータ例だと、中国、ベトナム、フィリピン、ブラジルといった国が上位に来ています。特にベトナム国籍の方による組織的な窃盗とかは依然として目立つ傾向にはありますね。
来日外国人犯罪全体で見ると、アジア出身の方が8割以上を占めています。なるほど。さて、じゃあ今回のディープダイブをまとめますと、はい。データを見る限り、外国人が増えたから日本全体の治安が悪くなったとは明確には言えない。むしろ全体を犯罪件数は減っていると。そこは大事なポイントですね。でも、全く影響がないとも言えない。というと？やはり犯罪の質、例えばさっき出た組織性の高さとか、特定の犯罪、窃盗とかですね、そういうものの多さ。あと、来日外国人と在留外国人での傾向の違い。はい。こういう特徴が見えてきた。これがもしかしたら私たちが肌で感じる体感治安みたいなものに影響を与えている可能性はありますね。なるほど。データが示す客観的な事実と日々のニュースとかで得る印象。確かにそこにギャップがあるのかもしれないですね。ええ。では、最後にこれを聞いているあなた自身に問いかけてみてほしいんです。その統計データとご自身の印象との間のギャップってどれくらいあると感じますか？そして、そのギャップは一体何によって生まれているんでしょうか？この点を少し考えてみると、また違った発見があるかもしれませんね。